こんにちは、ペンタロウです。2026年モデルの KLX230 シリーズ、いろいろあってわけがわからない人たちのために違いを整理しました。KLX の乗り味と違うバイクとの比較も紹介します。1、KLX230 シリーズのバリエーション。2026年モデルが発表されて、KLX230、KLX230S、SM、シェルパ、シェルパ S、DF というバリエーションになりました。もはや訳がわかりませんが、廃盤になるものもありそうなので、後で詳しくまとめていきます。2、KLX230 シリーズの変遷。KLX230 シリーズは 230cc クラスのオフロードバイクで、もともとはシンプルなオフロードだけでした。シート高の高いモデルから低いモデルの S に変更されるなどして、一旦廃盤になり、2022年10月にモタードの KLX230SM が登場します。KLX230SM は排ガス規制で登場した10月の1ヶ月しか生産できず、実質販売と同時に終了しています。発表からすぐ販売店に聞いてもすでに注文できずという人も数多くいました。その後2025年モデルで復活してシート高 880mm の KLX230 スタンダード、シート高 845mm の KLX230S、モタードの KLX230SM の3モデルが従来モデルの仕様変更版として登場しました。同時に KLX230 シェルパが追加されましたが、こちらはシート高の低い 845mm の KLX230S にオプション部品を付けただけのモデルです。ハンドガード、エンジン下のプレート、ヘッドライト下のバーなど少し雰囲気が変わっています。3、発表された2026年モデル。9月15日に発売される2026年モデルたちですが、2万円アップしています。ファミリーの W230 目黒 S1 も同じく2万円アップで、ZX25R、ZX4R も2万円アップになっていて、雑に漏れなく2万円上げたようです。発表されたモデルを順に見ていくと、KLX230、S、SM の3つは色が変わって値上がっただけのようです。KLX230 と S はライムグリーン一色で、イメージはカマキリやバッタの色です。KLX230SM はバトルグレーエボニー、ネオングリーンエボニーの2色です。バトルグレーの方はグレーと黒のツートン、ネオングリーンは写真で見る限り黄色と黒のツートンに見えますが、グリーンという名前なので実物はやや黄緑に近いのかもしれません。次に無印シェルパですが、こちらは2026年モデルとしては発表されていません。追加された一つ目が KLX230 シェルパ S で、S がついた通りシート高が下がっています。もともと KLX230 から S になって 35mm 下がり、従来シェルパも同じ低いシート高のところ、さらに 20mm 下げて 825mm になりました。それに伴ってディメンションがいくらか変わっていて、リアタイヤがチューブレスになりました。追加された2つ目は KLX230DF。DF と言われると FW や MF を思い浮かべそうですが、何の略かは謎です。これが一番なんじゃこれ感がありますが、見た目シェルパと同じ感じでキャリアがついています。シート高は 845mm で従来シェルパと同じになっています。4、細かく比較してみる。さて、よくわからないので細かく比較してみます。まず値段ですが、KLX230 と KLX230S が税込み61万6000円。前年より2万円アップです。モタードの KLX230SM は税込み63万8000円。こちらも2万円アップになっています。KLX230 シェルパは税込み63万8000円で、前年から値上がらずにウェブサイトなどに掲載されています。KLX230 シェルパ S は税込み66万円。KLX230DF は税込み68万2000円と DF が一番高額になっています。参考までにホンダ CRF250L は税込み64万9000円なので、モタードの SM とシェルパ S に近い金額です。シート高ほか各種寸法を比較すると、KLX230 と KLX230S はシート高が 35mm 違うので、それに伴って地上高や高さが変わります。またホイールベース、キャスター角、トレールも変更されています。KLX230SM はシート高は S に近く、トレールはかなり短い 77mm です。KLX230 シェルパとシェルパ S の差は主にシート高 20mm で、それに引きずられて関連寸法が違います。KLX230DF は従来の無印シェルパと同じ数値です。部品がついて 3kg 増えていますが、シェルパにおまけ部品いくつかついただけと思えば良いでしょう。装備は継続モデルには変更はありません。
新しくラインナップされた KLX230 シェルパ S はリアタイヤがチューブレスになっています。その他の装備は従来の無印シェルパと同じです。KLX230DF も同じくチューブレスリアタイヤになっていて、その他 19,140 円のスモールキャリア、9,339 円のエンジンガードが装着されています。5. 改めてモデルの整理。改めて全モデルを整理してみますが、KLX230 はベースのシート高 880mm オフロード、KLX230S は KLX230 のシート高を 845mm にダウンしたモデル、KLX230SM は以前と同様のモタード、KLX230 シェルパは値段変更がないのでおそらく廃盤になって在庫のみ販売、KLX シェルパ S はシェルパの実質仕様変更モデル、KLX230DF はシェルパの実質後継モデルという位置づけのようです。従来シェルパは廃盤として、新しいシェルパ系のシェルパ S と DF はリアがチューブレスタイヤになっています。KLX シリーズの選び方は、チューブレスリアタイヤを求めるならシェルパ S か DF です。そこにこだわらない場合、880mm のオフロード仕様なら無印 KLX230、845mm のシート高でオフロードタイヤなら KLX230S か DF か在庫残りのシェルパ、840mm のモタードなら KLX230SM、825mm のシート高ならシェルパ S となります。従来シェルパはおそらく在庫限りなので、845mm のシート高で DF のオプションがいらず、チューブタイヤで良い人は早速在庫のある店へ駆け込んでください。シェルパ S と DF は主にシート高で選択することになります。シート高が高い 845mm の方を選ぶと、キャリアとエンジンガードが抱き合わせでついてきてしまうという悪魔の販売方法になったので注意です。なぜ悪魔かというと、装着されるキャリアは純正スモールキャリアで耐荷重 3kg です。人によってはふざけたゴミと思うでしょう。純正ラージキャリアの方は 6kg、社外品の DRC ツーリングキャリアなどは 5kg となっています。実際メーカーの耐荷重は控えめに設定しているので、もうちょっと積んでも大丈夫かもしれませんが、デフォルト 3kg は箱をつけたら箱の重量で終了なので、さすがに厳しそうです。純正ラージキャリアや社外品キャリアをつけたい人にとっては無駄にお金を払わされることになります。純正キャリアには ETC ユニットを組み込めますが、ETC ユニットは入っていないので、別途純正 ETC を注文するか、汎用品の ETC を取り付けて引き回すかということになります。純正 ETC は62,000円と驚愕の高値。さらに工数 2.4 時間で川崎プラザなら多分38,000円。締めてたかが ETC 一つに10万円という鬼畜モード満載設定になっています。また、車載機がキャリアの下という性質上、ETC カードは実質入れっぱなしになりそうです。いろいろ冗談みたいな仕様なので、DF を検討する人は注意してください。ちなみに、シート高 845mm のシェルパを求める人は、KLX230S にシェルパ部品を組み込む技もあります。スキッドプレート 11,120 円とネジなどいくつか、ヘッドライト下バー 3,696 円とネジ、ハンドルカバー類片側 1,375 円。ステー1,023円、1,232円、クランプ385円、396円、あとネジいくつか、あたりをつければシェルパ仕様になります。部品は合計 23,000 円くらいなので、KLX230S に部品を足してもシェルパの値段と大きく変わりません。845mm でシェルパ仕様がいいけど、4、5万円高くなってクズキャリアとエンジンガードがついてくるなんて信じられないという人は、カマキリ色の KLX230S を買って必要な部品だけつけてください。6. KLX の特徴。KLX230 シリーズですが、130キロ台と軽量の空冷オフロードバイクで、最小回転半径 2.1 メートルと小さい方なので、気軽な遊びにはもってこいです。全く期待されていないであろう高速道路走行性能も実際には結構いけて、時速100キロ連続走行もでき、120キロもいけます。さすがに120を長時間は厳しいですが、90や100なら不安定感もなく無難に使えるでしょう。社外品スクリーンで武装するとより楽になります。ロングツーリングにはケツ板必須なので、ゲルザブその他いろいろ対策が必要だと思います。全体的にシート高は高めですが、細身で軽いことと、ある程度サスペンションが沈むことで、シート高の数値の割には意外にいける人も多いので、気になる人は試しにまたがって足つきチェックしてみてください。速いバイクではありませんが、街乗りのストップ&ゴーにも使いやすいトルクバランスになっているので、苦手な場所の少ない万能系バイクになっています。
7、近いバイク、ヤマハセロー。伝説のマウンテントレイルヤマハセローは同ジャンルの空冷 250cc クラスです。絶版になってすでに 4,5 年経ちますが、一定の人気があります。KLX230 シリーズと比べると高速域のハンドル振動が大きく、安定性が低いので高速道路走行は苦手です。驚異の回転半径 1.9 メートルもあって、より自転車感覚で扱えるので、個人的には KLX よりも手に馴染む感が大きく、たまにセローに乗るとやっぱり楽しいなぁとつぶやいてしまいます。ホンダ CRF250。CRF はレブル250、CB250R などと同じエンジンがベースになっていて、KLX とは違う水冷モデルです。酷暑にも安定して動かせるので、年間通して普通に活躍できます。ホンダの250短気筒シリーズは万能バイクの最たるもので、 CRF も L、ラリーともあまり苦手な場面がなく有能なバイクになっています。川崎 W230。W230 目黒 S1 は KLX のエンジンを流用していて、正直乗り味はセローや CRF よりもこちらの方が近いです。 W230 はシートが低いオフロードバイクのような印象で、故に手軽に日常の足に活躍してくれます。 KLX に乗りたいけどシェルパ S でもシート高が厳しいという人は迷わず W230 に行ってください。ペンタローは以前 KLX230SM を持っていて、今は W230 を持っていますが、個人的なイメージではほとんど同じバイクでシート高とハンドリングがちょっと違うかなくらいの感覚で乗っています。8、まとめ。 KLX230 シリーズですが、こんな人に向いています。軽いバイクが好き、自転車感覚で気軽に扱いたい、高速道路もそれなりに走りたい、空冷エンジンが好き、オフロードだけどできるだけコンパクトな車体がいい、足の長さに自信がある、鉄が硬い、インドネシアを信用できる、カマキリやバッタが好き。ちょっと値段が高くなったものの、バイク自体は用途を問わず活躍してくれるので、オフロード系が好きな人は満足度が高いと思います。また各社ニューモデルの情報などがあれば紹介していくので、よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。